この動画ではシスコセキュアアクセスのセキュアインターネットアクセス機能とメラキ MX からシスコセキュアアクセスに IPsec トンネルを構築する作業を中心にお見せします。この構成によってメラキ MX の拠点のユーザーのインターネットアクセスはシスコセキュアアクセスのセキュアインターネットアクセスによって保護されます。現代の分散型ネットワークにおいてどこからでも安全にインターネットにアクセスできることはビジネスの成功に不可欠です。そんな中、多くの組織ではインターネットにアクセスする際に中央の拠点にあるセキュリティ装置を経由する必要があるなどして機器のパフォーマンスや経路の柔軟性が課題になっていることがあります。また、各拠点のセキュリティやデザインが統一化されていないことやそれらの運用の手間やコスト、最新のセキュリティ対策を維持することが難しくなっている、こういったことを課題として挙げる組織もあります。ハイブリッドワークが一般化した昨今のリモートアクセスのセキュリティやリモートアクセス VPN 装置のメンテナンスを課題としている組織も多くあります。そこでニーズが高まっているのが SASE です。SASE はネットワークとセキュリティをクラウドで統合し、ユーザーがどこにいても安全にリソースにアクセスできるようにするアーキテクチャです。シスコセキュアアクセスは SASE の一部 SSE としてネットワーク全体にクラウドでセキュリティを提供し、運用を効率化します。この中でも今回注目するのがセキュアインターネットアクセスです。これはクラウドウェブプロキシー機能に加え、L3 から L7 のファイアウォール、CASB、DLP、さらにはサンドボックスによるマルウェア対策など、包括的なセキュリティ機能を提供します。この一連の機能を使って、各拠点のユーザーが安全にインターネットにアクセスでき、トラフィックをリアルタイムで監視、制御します。各拠点に統一化されたセキュリティポリシーを適用したいというニーズにも応えることができます。今回の動画では、このセキュアインターネットアクセスを活用するために、メラキ MX 拠点からシスコセキュアアクセスに IPsec トンネルを構築する手順をご紹介します。この MX やその他のルーターやファイアウォールなど、各拠点のネットワークがシスコセキュアアクセスの SSE 機能で保護され、安全な通信が確立されます。シスコセキュアアクセスに IPsec トンネルを構築する手順はこちらのオンラインドキュメントにまとまっています。画面右下のボタンで日本語に切り替えることもできます。それではメラキ MX を使ってシスコセキュアアクセスと接続する IPsec トンネルを構築する手順を見ていきましょう。最初にシスコセキュアアクセスのダッシュボードでネットワークトンネルグループを作成します。つなぐもしくはコネクトからネットワーク接続を選び、画面右の Add をクリックしてネットワークトンネルグループを作成します。トンネルグループに分かりやすい名前を付け、リージョンを選択します。今回は東京リージョンを選びます。デバイスタイプはメラキ MX を選びます。画面右下の Next をクリックします。メラキ MX の場合、トンネル ID は電子メール形式となります。わかりやすい名前を作成します。パスフレーズを作成します。トンネルパスフレーズの長さは16から64文字です。少なくとも1つの大文字、1つの小文字、および1つの数字を含める必要があります。確認のため、パスワードを2度入力したら次に進みます。セキュアアクセスに接続するメラキ MX ではスタティックルーティングがサポートされています。メラキ MX の拠点のサブネットを入力します。入力が終わったら右側の Add ボタンを忘れずにクリックします。次に進みます。トンネル ID とパスフレーズが表示されますので、どちらかに記録をして、これで完了です。それではメラキのダッシュボードに移り IPsec を構築していきます。事前準備としてタグを作成する必要があります。それでは今回 SSE に接続するネットワークに入っていきます。ネットワークを選択して、セキュリティ SD1、サイドカン VPN に進んでいきます。ここでタイプは Hub を選びます。シスコセキュアアクセスを経由してインターネットに接続するサブネットの VPN モードを有効にします。オーガナイゼーション全体の設定のセクションまで降りていき、
ノンメラキ VPN ピアを追加します。VPN トンネルに分かりやすい名前をつけて、IC バージョンはバージョン2を選びます。プリセットの IPsec ポリシーはアンブレラを選びます。すると必要なパラメータは自動的に入力されます。次にセキュアアクセスで作成したネットワークトンネルグループのパラメータを入力していきます。トンネルグループの最後の画面で表示されたパラメータをこちらに入力していきます。ローカル ID にはトンネルグループの ID を入力します。パスワードは自身で決めたパスワードです。セキュアインターネットアクセスを利用する場合は、プライベートサブネットは 0.0.0.0/0 を入れます。このトンネルに参加するネットワークを必ずタグで指定します。ここまで入力したら追加をクリックし保存をしていきます。セキュアアクセスが IPsec のピアとしてこのノンメラキ VPN ピアのところに表示されます。セキュアアクセスの画面に戻り、ネットワークトンネルグループの確認をします。トンネルグループの中に2つあるハブの片方、先ほどメラキから接続したハブがアップとなっています。メラキの画面に戻り、ネットワークトンネルグループのもう片方のハブ、プライマリーハブの方に対しても IPsec トンネルの設定を行っていきます。基本的な作業は先ほどと同様です。宛先の IP アドレスやトンネル ID はプライマリーの方のものを指定します。メラキのダッシュボードで IPsec のトンネルの状態を確認するには、この VPN ステータスに移動します。この非メラキピアのところに表示されます。それでは、セキュアインターネットアクセスによって守られるこの IPsec トンネルを経由してインターネットに接続するユーザーのネットワークを作成していきます。先ほど VPN モードを有効にした VLAN16 が設定されているこの SSID を使っていきます。こちらでも VPN モードが有効になっていることを確認できます。テスト端末でこの SSID に接続してインターネットにアクセスしてみます。ブラウザを開きインターネットにアクセスしていきます。証明書を確認すると、プロキシとなるセキュアアクセスの証明書が表示されます。この端末ではあらかじめセキュアアクセスの証明書をインストールしてあります。証明書のインストール作業についてもオンラインドキュメントが参考になります。証明書をインストールしていない場合、ブラウザには警告が表示されてしまいます。適当なサイトをブラウジングしてみます。セキュアアクセスのダッシュボードでログを確認していきます。Web アクセスのログはこのアクティビティ検索のところに表示されてきます。ログを表示する保護対象を絞り込みます。今回はネットワークトンネルグループにチェックを入れます。ここまで構築してきたネットワークトンネルグループを経由してインターネットアクセスをしたログがこのように表示されます。それぞれのログの最後に3点のマークがついていますので、こちらをクリックすると完全なログを表示することができます。適用されたポリシールール名や宛先リスト、ソースや宛先の情報等々が表示されます。このアクセスに適用されたポリシーが確認できます。このポリシーというのはアクセスポリシーのことで、どのようにトラフィックを保護するかを設定するものです。このアクセスポリシーに様々な条件のルールを表現していくことで、セキュリティポリシーを構築していくことができます。このアクセスポリシーはタイプが2つあります。内部リソースにアクセスするためのプライベートアクセス。それから今回利用するインターネットアクセスです。プライベートアクセスについては今回は割愛します。設定したルールの最後に、システムによって事前定義されたデフォルトアクセスルールが表示されています。先ほどの Web トラフィックに適用されたのは、この For All Internet Access というルールです。
今度はマルウェアに関連するドメインとしてカテゴライズされている宛先にアクセスしてみます。すると、このようにアクセスがブロックされます。こちらのログも確認していきます。ブロックされた通信のログに絞り込んで表示します。このようにマルウェアにカテゴライズされた宛先として表示されます。詳細を確認すると、こちらも適用されたポリシーは For All Internet Access です。もう一度アクセスルールを確認していきましょう。セキュアインターネットアクセスのルールには、セキュリティプロファイルが適用されています。このルールに適用されているセキュリティプロファイルでは、マルウェアに該当するカテゴリーの Web トラフィックをブロックするように設定されています。先ほどブロックされたのはこのためです。この設定は管理者が変更することができます。それでは今回の動画を振り返ります。今回はシスコの SSE ソリューション、シスコセキュアアクセスに、メラキ MX の拠点から IPsec トンネルで接続しました。必要な作業はオンラインドキュメントが参考になります。SSE を使い、統一化されたセキュリティポリシーをクラウドから展開できるところをお見せしました。